皆さんこんにちは。小松です。前回は2連装広角砲の土台まで組み立てました。今回からは広角砲本体を組み上げていきます。まずは一番楽しい金属砲身からいっちゃいますか。これまた中国から直輸入した金属砲身です。私が作ろうとするとネットを探し回ってもほとんど売り切れもしくは転売や価格になってるのはなんでなんや。こんなニッチなキットやディテールアップパーツ、転売しても買い手なかなかつかんぞ。小松くん買うので適正価格で売ってください。お願いします。この金属砲身、マズルブレーキのようなパーツも付属してますね。ネットで色々探しましたがよくわからないので使わないで何かの素材に使いますか。これを2本組み立てました。もうたまらないですね。かっこよすぎる。まあ、こういうことやりたくなっちゃうよね。ちょっとヒルドルブっぽい。あれは単方針だけど。小松だけ。薬室部分を組み立てます。薬室と方針が一体成形されているので、先に組み立てて後ほど方針部をカット、金属方針を差し込んでいきたいと思います。プラの方針部分をノコでカットします。職人肩木のノコ切りを愛用していますが、これ本当に使いやすい。金属方針を差し込むため、穴を広げます。あれ？この金属方針タコ無用って書いてあったはずだけどなんで合わないんだろう。さらに薬室に金属方針の接着白部分が収まりきらないのでカットします。あれれ？タコムキット用って書いてあ。これを差し込み、瞬間接着剤で固定すれば完了です。一番楽しい金属方針の組み立てが終わってしまい、広角砲や野砲あるある、ごちゃごちゃした機械パーツ組み立てです。全部組み上がるとかっこいいんですけどね。よくわからない部品をひたすら組み上げていくのは結構根気がいります。あとちょっと愛が悪い、パーキングラインの段差が結構でかいなど気になるところ多数なので、外から見えるパーツなのかよくわからないけど怖いので全部表面処理をする系、追加です。すべての作業をお見せして私の供養を共有するのもありかと思いつつそんなことをしたら低評価が増えそうなのでダイジェストでお届け。パーキングラインは基本棒やすりで処理した後、スポンジやすりで平滑に。アートナイフに短冊にカットした金属板を差し込み、スポンジやすりを貼り付けた即席やすり棒が便利です。隙間埋めはラッカーパテを使います。乾燥するのに少々時間がかかりますが後々のヤスリがけを考えるとこの緑のラッカーパテが一番使いやすい。段差がかなりあるところはポリパテを使って埋めます。ポリパテは気泡が出やすいので、ヤスリがけ後にラッカーパテを再度塗らないと多分ダメ。黄色でわかる方も多いかもしれませんが、小松はモリモリを使っています。フィニッシャーズのポリパテはこういう表面処理に向いているんですが、ほとんど使っていなかったので熟成させすぎて多品データでござる。パテが乾燥したらヤスリがけ。フラットな面には大型の回転ヤスリが早いので便利。これの作り方は制作動画を上げているのでよかったら見てね。細かいところは小型タイプ。周りに何もモールドがないヤスリ面って嬉しすぎる。微妙な力加減が必要な部分はアートナイフに金属片を取り付けたスポンジヤスリを使っています。紙ヤスに両面テープがついているやつが便利。小松だけ。付属のエッチングをカットします。先日あった静岡ホビーショー以降、購入したチタンコートの刃というものを使っているんですが、これは非常に良いですね。刃こぼれしにくいしよく切れるし。お店の方に聞いたんですが、静岡ホビーショーだけの限定販売とのことでした。多分小松は毎年購入の常連になりそうです。
結構入っているのですぐになくなることはなさそうですがストックないと落ち着かん。年明けからゴールデンウィークにかけてまた観戦制作祭りが発生する予定なので結構消費しそうなんですよね。エッチングを取り付けたら、パーツ組み立て。装填台に登るための階段ですね。これ。ひたすらパーツを組んでパテを持ってヤスリがけの繰り返し。なんとか一通りのパーツの準備ができました。小松時計。パーツを組み立てていきます。まずは方針を保持するアーム部分の組み立てから。パーツの合いはバチピタというほどではないですが、全く入らないレベルではない感じ。ただ、結構強引な構造になっている部分が多いので組み立てには少々苦戦しましたね。元がそうだからしゃあないやん、という話だと思いますけどね。だんだん形見えてきました。形になってくるのは楽しい。途中やめてヘッザー作ろうとしたのは内緒なんだぜ。小松時計。方針部分の組み立てを終えたので、土台部分の組み立てを進めます。方針の行角制御用の歯車シャフト、少ししか見えないんですがステンレスパイプに置換したいと思います。多分塗装してるとは思うんですけどね。ちらっと金属シャフトが見えるとかっこよくない？どうせ架空戦車なのでロマン重視で作ります。パイプカッターでシャフトをカット、配置してみました。やっぱ重量感がたまらんでー。歯車も金属品にしたかったんですけどね。ちょうど良いサイズがなくて諦めました。歯車固定用のパーツもシャフトから切り離して使うことにします。中央部分に穴を開け、シャフトが通るサイズまで広げます。ドリルで穴を開けてから円柱型のヤスリで広げていく感じ。あらかた広げたら、最後はファンテックの超高スクレーパーでシャフトサイズに合わせて広げます。この超高スクレーパーも非常に良きですね。細いのによく削れて削った面が綺麗。歯車シャフト完成です。小松時計。次は油圧式平行機の改造。ここもステンレスパイプに置換します。見た目にアクチュエータなのであれで行角制御していると思っていました。歯車もあったからあれと思って調べたら平行機でした。簡単に言うと重心がどうしても砲の先の方に寄ってしまい歯車に負荷がかかるので平行機の油圧でその負荷を支えてやるものらしいです。小松はこの手の重工量計には詳しくないので詳しく知りたい方は三菱とか IHI に入社するといいんだぜ。そういえば昔ミリオタ仲間で俺はミサイルを開発するんやって言ってたちょっと危ない友人はどこで何をしているやら。パイプカッターでカットすると、どうしてもバリが内側に大きく出てしまうのでこのままだと細いパイプが入りません。リューターでバリを削り落とし、穴を広げ直します。細い側のパイプもカッターでカット。パイプカッターって最近は100均でも売ってるらしいですね。そんなに普段使い道あるんかな。モデラー的には使えるツールなのでおすすめですけどね。パーツ切り出し完了。根元の締結部分はプラキットを切り出して取り付けます。太いパイプ、細いパイプ、締結部の順に接着してステンレスパイプに置換完了。幸い、プラキットの穴の直径に近いステンレスパイプがあったのでガタも少なく置換することができました。これを方針に組み付けます。ス
テンレスパイプに置換した側は、土台の方に取り付け、方針側のパーツとドッキングしたらこんな感じ。金属感がたまりませんな。それ以外のパーツも取り付けます。先に取り付けとけばよかった。金属棒がパタパタして結構邪魔です。ついつい組み立てて軽い達成感を感じたくなるんですよね。我慢はできません。好きなものから食べます。小松です。砲弾装填用の足場なども組み立てれば広角砲の組み立ては完了です。ボリュームすごいな。戦車にはない魅力が自走砲にはありますよね。この後ろから見たごちゃごちゃ感もたまらんです。